やば、倒されそう。待って、よろしくお願いします。ブルプロの動画を投稿しているクレリーと申します。今回は CBT に登場したすべてのネームドエネミーを狩るということをメインに各フィールド巡りもしていきたいと思います。そもネームドエネミーとは、簡単に言えばレアモンスターで何かしらの条件下でフィールドに湧いてくるんですよね。おそらく雑魚狩りしてポップされてると思われましたが、真偽はまだ不明です。倒すと多くの経験値や特別な素材を入手することができます。素材の主な使い方は、バトルイマジンを作成し、一時的な召喚獣としてバトルのサポートをしてもらうことなどがあります。また装備することでウルトのリキャストの短縮や火ダメの減少などいろいろなアビリティ効果もあるので、こちらも重要な選択肢になり得ますね。ただ当時の仕様では実際につくアビリティはイマジンごとに2つあるんですけれども、そのうちどっちか1個がランダムとしてつく仕様だったので、希望のアビリティつくまで完成させるには沼のコースかもしれません。もちろん本動画が全て CBT 仕様で、何もかもが正式サービス時には変更される可能性があることをご了承ください。では早速行きましょう。今回回るフィールドは CBT で遊べた7つのエリアと1つのフリーダンジョンです。旅立つのはレベル33のツインストライカー、赤黒のコーディネートで旅立ちます。アステルリーズの街から一番最初のフィールドに行き探索していきましょう。はい、最初のフィールド、海なりの草原です。最初にふさわしい綺麗な草原ですね。海向こうにはアステルリーズの街並みも見えます。このフィールドには弱いエネミーも多く、冒険最初のバトルの練習や最初の方のクエストの素材集めようみたいな感じでしょうか。見てください。ウリボはノンアクティブでこんなに可愛い。いいですね。だが、素材になれ。冒険に出た際は、まずここでのんびり綺麗な景色を眺めてみてください。こんな平和なとこにもちゃんとネームドエネミーは湧きます。出ました。湧いて近づくとこのようにクエスト表示されます。西の方ですね。近くです。この距離なら十分に間に合うと思うので、徒歩で向かいます。よし、混ざりましょう。ピンクウリボレベル5。他のプレイヤーの皆さんもいますね。一撃だけ与えるワンパンでもドロップ券が当たるのですが、ここはしっかり戦っていきましょう。ピンクウリボはね、貴重な回復タイプのバトルイマジになるので、序盤の冒険には重宝するはず。周りが高レベル帯のプレイヤーばかりになってきたっぽいので、ボッコボコにして一瞬で倒されていましたね。無事素材をゲットできたら、プレイヤーたちはまた別々に旅立っていくのでした。こんな感じで各地を回ってみましょう。お次はここ、アンドラ盆地。海なりの草原にも面していますが、当時はポータルがあるミンスターホルンから回ってくるのが近かったですね。ちょっとだけエネミーも強くなり、イノシシのボアやゴブリン系などが近くにいます。誰かが飼っているっぽいのであんまりないですが、ここはゴブリンのキャンプっぽいものになっていますね。山っぽいものがあると高いところへ登ってみたくなりますよね。景色がいい。奥には駐屯地の施設も見えます。高いところはね、どうしても飛び降りたくなる気持ちはわかりますが、高所だと落下ダメージがあるので注意してください。ここにはどんなネームドがいるのでしょうか。ここでリポップのために雑魚狩りをしていたんですが、はい、湧いた。ミニマップにも見えますね。てかもう視界に入ってますね。新緑の牙レベル12。ヨシュアの漆黒の牙みたいでかっこいいですね。執行者新緑の牙みたいなね。周りからも続々プレイヤーが集まってきました。ネームドよりバトルイマジンの方がでっかい。こういうのはね、レベルが低いプレイヤーもどんどん来てもらって全然 OK です。誰もデメリットなんかないんですから、どんどん混ざっていきましょうね。倒すのは強い人に任せてしまえばいいんです。戦闘後には特別なやり取りはないんですが、こうして回復してくれる方も多いです。助かりますね。喜びをジャンプでアピールするのが私。またなとチリジリになる冒険者たちですが、実はまた数分後に集結します。湧きました。ミニマップ見ると結構な北側です。
さすがにこの距離は徒歩で行くのは厳しいかな。マウントに乗って急行しましょう。他のプレイヤーも皆さん走ってますね。ソロだとワンパンでも入れてなければドロップ券がもらえないので、倒される前にたどり着きたい。倒すことより権利受け取る方に一生懸命になってしまう。よし、間に合った。鉄がレベル13。ちょっと残ってましたね。少しだけでも混ざらせてもらいましょう。ストームラッシュからのボルテクスインパクト。私が気持ちいいだけのつなげ方。いい締め方で討伐できました。こうして道行く人とまた共闘することもあります。今度こそまたな。ちなみにここよりちょっと北は次のエリアにつながりそうな境目もあるのですが、現在はまだ入れませんでした。次のサービスに期待。また教団英士駐屯地もここにあるので、ぜひアンドラ盆地に来た際は立ち寄ってみてください。では次のエリア、ここ夕凪の段丘を散策してみましょう。ここは上層と下層が絶壁で分かれていて、上層はアンドラ盆地からしか入れません。下層はこの通りかなり下なので、普通にジャンプしたら一発でやられます。アステルリーズも遠くに見えますね。ここはお気に入りの写真スポットです。きっといつかはね、こんな高所から滑空できるアイテムかマウントが出るんでしょうね、多分。さあ早速ネームドを探しに行きましょうか。ここは西の方にあるオーガのエリアで、出た。遠目でもあれがネームドだってわかりますよね。煉獄レベル25。さすがにちょい強めで、周りに湧くオーガも厄介です。まだプレイヤーが少ないのでこっちも狙われます。しっかりアクションゲームしないと危険な序盤です。ここで一番危険なのがここの崖。落ちたらもう終わりです。ほら、早速誰か落ちてる。ちょっと人も少ないですね。すぐ駆けつけてくると思うので時間稼ぎましょうか。私はブラッドアックスよりスパーマ派でしたので、回復が乏しい私は慎重にならざるを得ない。よかった。人も増えてきましたね。安全になったなと思ったら強気に攻める。これが戦士の戦い方です。固まってる隙にアルティメットスキルを叩き込む。ネームドなんてね、もう自分が一番かっこいい戦い方すればいいんですよ。最後は落ちないことだけに気をつけて無事討伐。人いっぱいいましたね。もうじゃあみんなまた会おうなということで、煉獄のバトルイマジンはでっかくて存在感あるので、序盤の方で他のプレイヤーが出してるのを見て、はい、かっけーなー、いいなーとずっと思ってましたね。さて、同じ夕凪の段丘にはもう一体いますので待ちたいと思います。雑魚狩りもしないでただ眺めてるのは、なんかね、食べながらだったのかもしれません。CBT の時間ってめっちゃ限られていたので、睡眠時間削ってフラフラになりながら長時間やってたんですよ。湧きました。何もしてないんでずるいですが向かいます。たける金色レベル25。やや強めですが、この人数ならおいおい瞬殺だよ、金色弱すぎでいけます。他のプレイヤーのエフェクトを切ってるんですが、アルティメットスキルの音がバンバン聞こえますね。おー、ごっついバトルイマジンもバンバン出てますね。かっこいい。殴ってドロップ券はもう得てるので、崖から落ちないように遠くから見つめてるビビリが私です。一つのゾーン内はプレイヤー30人までなんですが、20人ぐらいはここにいたんじゃないですかね。ここのネームドは経験値どちらも2万超えという美味しいエネミーでした。では次はミンスター丘陵です。ポータルのある小さな集落、ミンスターホルンがあり、最序盤の中継地みたいなものでしたね。ここから西にアンドラ、東に爪痕、北に次のエリアとどこにでも繋がっていました。高いところに登るとアステルリーズからだいぶ離れたことがわかります。薄明かりも綺麗ですね。特別な何かがある場所でもないんですが、大きな川があるのでバシャバシャ走ったり、フォトスポットみたいな感じで撮りに行ったりもできます。ここのネームドは中心に湧いたこいつです。たける獣レベル9。決して強くはないんですが、他と比べ人の集まりが少ないように感じる場所なので、低レベル帯で出会ったらちょっと注意です。周りのキツネも思っている以上にうざがらみします。同じレベル帯で1対1の状況だったら、まず勝てないと思ってもいいかもしれませんね。なので周りのプレイヤーを待っ
って一緒に戦うのが吉。そしてもう一匹、爪痕に近い北側のこの辺りでしたでしょうか。ゴブリンの群れの中に紛れている、出ました。行きましょう。ゴブリンに絡まれたくないので横から迂回しながら向かっています。赤い飛沫レベル12。名前があれですよね。血がプシャーってことなんでしょうかね。ここも遠方なので人の集まりが決していいとは言えないかもしれない。こぞって狩りに来る人気のネームドでもなさそうでしたし、さっきなんか誰かがマウントに乗って素通りしていきました。人気ないんでしょうかね、プシャーゴブリン。もう少し先の爪痕の入り口にキャンプとポータルができるようになる発表もありましたので、この位置だと人もちょっとは増えるかもしれませんね。キャンプでゆっくりしてたら湧いてよし行くかって動く方もいるかもしれないと、終わったら急にゾロゾロ人いましたね。後方で支援でもしてくれていたのか、もしくは間に合わなかったのか。ではまた次のエリアへ。次はマップも変わってこちらから神の見守る丘から行きましょうか。ここはまずこのラルパルの集落が拠点になりますね。当時はこの第2マップの中ではここしかポータルがなかったので中心的な場所になっていました。ご覧の通り広いマップですが、皆さんはゆっくり散策してくださいね。 CBD の時はここの西の端にレイドボスの入り口があったのですが、正式サービスでは場所は変わりそうです。神の見守る丘で狩りをするならまあ西の方なんでしょうかね。ノンアクの羊もここら辺から出てくるようになります。相変わらず高いところが好き。ここから見えるのは立派な塔ですね。ここがどういったものなのかはゲームを遊んでみてのお楽しみとしてここでは置いておきます。ここはみんなの人気者カイザーエルクがいる場所でもあります。この野郎と恨みを晴らすなら西側へぜひ。ではネームドを狙いましょうか。道中謎の集団がいました。うさ耳パンイチの黒いおっさん。さすが神の見守る丘。いろんな世界観がありますね。この丘の中心地よりちょい西に出てきたのはこいつ、サファイアトロットレベル14。変態集団も一緒に戦ってくれてます。頼りになる。さっきまで神扱いしてたのに勢いで変態集団って呼んでしまいましたね。おいおい瞬殺だよでした。こんな瞬殺だと駆けつける人は間に合わなそうですね。ではもう一体、サファイアトロットがもう一体湧いたので倒した直後に遠方で奴が湧きました。マウントで猛ダッシュします。いました、あいつです。一番乗り遠隔レベル14。さてはカイザーエルクの親玉だな。くらえ。これは崖に落とされたユーザーの分。これも私のマイコンボ。イマジンでダウンさせてからのアルティメットボルテックスインパクト。これも私がかっこいいと思うだけの戦い方。見せ場は終わったのであとは細々と他の皆さんに任せつつチクチクするだけ。終了。遠隔もイマジンで出すと大きいのでかっこいいですね。広い丘でしたがネームドはこの2体となります。では次、ここは静まりの山麓です。ラルパルの一つ奥にあり、右上にベルクマールといういわゆる廃村的なものがあります。ここも右端に次のエリアにつながる境目があるんですが、楽しみはサービス開始後になります。微妙な高低差で南北移動しにくいエリアです。ここでのネームドはまずやや南側に湧いたあいつに会いに行きます。ここの盆地のゴブリンエリアにいました。悪しき癒してレベル20。やば、倒されそう。待って、チャレンジサクセスじゃないよ。何も成功してない。このたくさんのプレイヤーの中で私だけ何もなかったんでしょうね。ワンパンも叩いてないので私だけドロップ権利はありませんでした。こういうのに注意したいですね。ケチらずマウントに乗ってきたら間に合っていましたね。気を取り直して散策しているとこのエリアにいるもう一匹湧きました。北側です。やや距離があるので今度はマウントに乗っていきます。マウントに乗って向かっているとこう急行してるって感じがあってかっこいいですよね。スプーキーゴートレベル19。はい、ワンパンボン勝ち確定。さっきの間に合わなかったのがよほど答えたんでしょうね。一撃与えただけで満足してすぐ離れてしまいました。大丈夫です、ちゃんと戦いますよ。使っていますが空中ストームラッシュがお気に入りです。
かっこいい。しかしここはほんと人の集まりが早いですね。奥地の方は同じネームド狩りの散策者が多い感じがしました。やはり早い。本当に狙いたいものは脇場所でちゃんと待っておくのがいいかもしれませんね。ちなみに先ほど間に合わなかった悪しき癒し手はこの後ちゃんと倒しました。貴重な回復系のイマジンですからね、ぜひ持っておきたいです。では次、ここもラルパルの集落の奥、フィエル、両水池の読みでいいんですかね。ここに向かいます。ここもめちゃめちゃ高低差あるエリアで、池というだけあり、滝や水辺などあったりします。ネーム堂は1体のみなので、早速湧いたのでマウントで走りましょう。おそらく人も一瞬で集まると思います。トリックエルダー、レベル30。レベルで言うなら今までで一番強いネームドですね。しかしここまで来るプレイヤーも当時のカンストクラスばかりなので、集団でかかれば何にも怖くありません。集団すぎてエネミーがどこにいるかも探しにくい。バトルイマジンもポンポコ召喚されるので、ほんとどこって感じになります。距離を取って眺めてたら無事討伐ね。怖くないでしょ。ここはこの1体のみなので、余った時間で、オーギュラス遺跡という滝の場所でも見てみましょうか。滝がいいねしか特にないんですが、水系の素材集めるクエストがあったりもするので、こういった場所は参考になるかもしれません。テストで踏み入ることができたフィールドエリアはこれが全てで、エリアのネームドもこれで全部ですが、最後に1匹エリア以外にもフリーダンジョンで湧くネームド、ダンジョンボス的なものもいますので行ってみましょう。ミンスター丘陵の奥、ブルプロ通信見た人はキャンプのあった場所と言っても分かりやすいかもです。そこを自由探索で入ると結構広めなフリーダンジョン的になっています。奥に行けば行くほど強いエネミーがいるんですが、ここの一番奥にもう一匹だけネームドがいます。入り口から奥までダッシュし続け4分ぐらいかかりました。いました。ちょうどバトル中です。間に合うかな。荒ぶる騎馬王レベル34。ワンパン急いでるせいか衝撃波予見もせず食らっていましたね。とにかくワンパンしたい。普通に強いですこいつ。周りの雑魚も強い。よし、でも1ポイントやべ、やられそう。周り見るとめっちゃやられてる人いる。こっちもやられそうなんですが、なんかこうとどめのかっこいいとこは持っていきたい欲。ボルテックスインパクトだ。ちょっとタイミング違うけど、私が倒したことにしましょう。倒して安心できないのが、周りにレベルが高い雑魚がいっぱいいるので、宝箱を開けることを第一に目指しましょう。レベル高い雑魚って意味がわからないですね。どうでしたか？ブルプロの遊び方の一つ、ネームド狩り。いろんなフィールドを散策しながら、それこそ新しいハッピーナップを探しながら買ってみるのも楽しいかもしれませんね。次のテストから色々変わってるかもしれませんので、こんな感じで楽しんでたよと参考程度にしていただけたら幸いです。ご覧になった通り、ネームドの倒し方なんてのはこの時点では何もありません。みんなでボコレーくらいです。でもいつかは戦略的に戦う必要がある。強敵も出てくるんでしょうね。楽しみです。では今回はここまで。それではまた。